皆さんこんにちは。日本語教師のアッキーです。今回はですね、また実際に日本語教師として働いている方に来てもらってですね、いろいろお話を伺っていこうと思います。本日はですね、日本の日本語学校藤山国際学院より斉藤先生にお越しいただきました。斉藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。こんにちは。藤山国際学院校長の斉藤仁です。山梨県にある小さい日本語学校です。新しい日本語学校で2020年にできたばっかりの学校です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はここ山梨県にお邪魔しております。そして斉藤先生はその山梨の日本語学校の校長先生でいらっしゃいます。ということで今回は斉藤先生の教師としてのお話と、それから校長先生としての学校を運営していく中でのいろいろなことについてお話を伺っていきたいと思います。まずはですね、斉藤先生の教師になったきっかけですとか、実際に働いてみてどう感じているのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、まずそもそも日本語先生になろうと思ったきっかけは何でしょうか？すごく長いんですけど、はい、13歳の時に、海外に住みたかったんですね。で、その時に、社会科の先生がオーストラリアで日本語教師っていう仕事があるっていうのを聞いて、はい、で、そういう仕事があるっていうのをその場で初めて知って、で、先生、はい、斉藤くん何ですか？僕、日本語教師やりますって宣言をして、はい、そのまま、高校に行ってオーストラリア行くチャンスがあったり、はい、で、大学で日本語教育専攻して、大学院でも同じように日本語教育専攻した。で、そのまま日本語教師になったということですね。そうなんですね。はい。ということは、先生になると決めたのが中学生の時。そうですね。それはなかなか珍しいじゃないですか。そうですね。すごいですね。中学生の時のじゃあ夢を実現させたと。そういうことですね。はい。なるほど。じゃあその中学生の時に、その日本語教育という仕事に興味を持った、きっかけというかその魅力って何ですかね？一つは、不純というか、東京に住んでいて、東京の生活が狭苦しいような気がして嫌だったので、海外に出たいっていうのが、まず初めのきっかけです。で、あと、私のうちにホームステイで、外国人の人が、私が子供の時に一緒に住んでいて、外国文化に触れる機会が多かったので、で、海外に行きたいなって、海外に対する興味がすごく強くありました。で、その興味は今も、知ってもどんどん新しいこと出てくるし、面白いなっていうふうに思ってます。じゃあその中学生の時に、そういうところに魅力を感じて、実際教師になってみてどんなことを感じますか？いいこと悪いこといろいろあるかなと思うんですけれどもいいことは日本語教育をする中で自分自身の気づかないことだとか、日本語っていう言葉の面白さに気づいたり、で、外国語の言葉の面白さだとか、外国文化の面白さに気がつくっていうのはすごくいいことですね。はい。で、一方、ちょっと大変だなっていうことは、どの仕事にも共通すると思うんですけど、常に学び続けないと、満足できないだろうなっていうのは、どの仕事もそうだと思うんですけど、ありますね。何か日本語を教える中で課題といいますか、問題に感じていることってありますか？学生が日本語を勉強したいのは、日本語が使えるようになる。はい、で、日本語を使って何かを、夢を実現するっていう、そういう人が多いと思うんです。はい、で、そこのお手伝いをしたいんですけれども、教室の中で実際にやってることが本当にいいんだろうかっていうことは考えますね。はい、で、私自身が教師になって初めの頃はどうやってこの文法を教えようとかどうやってこの言葉を教えようってそこにフォーカスがいってたんですけど、はい、どうやれば学生が早く上達するかなとか、あるいはそれをどういうふうに社会で使うのかなっていうことにフォーカスするようになって、はい、で、さらに学生が他の人とコミュニケーションをして何か新しいものを作り出す、生み出すためにはどういう力が
コミュニケーション上必要なのかなっていうことを考えるようになりました。やっぱり教室の中での、勉強っていうものと、教室の外での実際のコミュニケーションとの、間にちょっと壁を感じるとか、乖離を感じるっていうのはよくある話ですよね。そうですね。ですよね。じゃあその壁を感じた上で、もしかしたらあんまり他の人に教えたくないかもしれないんですけれども、斉藤先生の、独自のポイントといいますか、こだわりみたいのはありますか？ここから有料になりますけど。ここからちょっと有料の別になる可能性がありますけど。有料でも何でもなくて、実は私、黒潮出版から、シャドーイング日本語を話そうというシリーズの本を何冊か出させてもらってるんですけれども、実際に教室の中で先生の言うことはわかるし、話すことはできるけども、外に出ると使えないっていうような学生の声を聞いて、で、どうすれば実際に役に立つ日本語が身につくのかなというふうに考えて作った本がシャドーイングです。で、シャドーイングは聞いて話すっていうのをほぼ同時で行うっていうトレーニングで、日常的に聞きながら話したら、大体喧嘩になりますよね。そうかもしれませんね。でも、教室の中ではそういった聞いて話すというちょっと負荷の高い、活動を授業で行って、で、その子で扱う会話っていうのは、そのシャドーイングの本の中では非常に日常的な、使えたらかっこいいっていうようなフレーズが散りばめられてる教材になっています。で、それが、これ使えるとかっこいいっていうのがモチベーションにもなるし、実際に聞いて言えるっていうそういう負荷の高い活動を教室でやっていることで、教室の外でも、スルスルっと言葉が出てくる。そういった、声を学生からもいただいてます。実際に教室の中で教えてみて、その壁を感じた時に、どうしようってなって考えた、斉藤先生なりの一つの答えがやっぱりシャドーイングだった。そうですね。そうですね。じゃあやっぱり授業の中でも結構積極的にシャドーイングを取り入れているんですね。はい。日本語学校であると JLPT 対策の時間っていうのが多分持ってる学校多いと思うんですけど、そこは知識を蓄える時間だと思ってるんですね。で、その JLPT 対策が終わってからシャドーイングをすると、ブレイクスルーが起きるような、そういうことがあるかなというふうに思っています。なるほど。JLPT がちょっとどうなのっていう先生もいますけれども、そうではなくて、要は基礎の土台の部分になっているということですね。部品を JLPT 対策で学んで、読解でも聴解でもインプットの活動を試されますよね。なので、アウトプットの活動はその次の楽器だとかにすると、今までバラバラだった知識が一つになる。で、農業で言うと、今までずっと畑仕事してて、実がなってお金になる。チャリーンみたいな、このチャリーンのところに有効なのがシャドーイングなのかなっていうふうに思ってます。なるほど。私もそれに関しては本当に賛成です。JLPT に関して結構いろんな意見あると思いますし、実際学校で働いてて、JLPT の授業をやらなきゃいけないけど、なんかあんまりなみたいな方もいるかもしれないんですけれども、今お話しいただいたことが、そういうところの一つの向き合い方ですよね。そうですね。無駄にはならないですね。そうですよね。ありがとうございます。じゃあですね、実際にその教師になって、教え始めてから、ご自身が学んだことっていうのは何かありますか？学んだというより学んでいると言った方がいいかと思うんですけど、直接的に学んだことということで言えば、どうやったらわかりやすいかとか、どうやって教えてほしいかとか、そういうことは常に学生の反応を見て、こう言ったらこういう反応が返ってくるっていうのを確認しながら学んでいる。で、もう一つは、間接的に、いろいろな学生の目を通して世界のことを考えたり、様々な問題、自分自身のこと、あるいは日本語や日本社会のことを考えるっていう、そういうグローカルな視点に立てるっていうのは、学生に日々接しているから感じられる、そういうことかなというふうに思ってます。なるほど。常にやっていく、教師としてやっていく中で、
成長とか学びっていうのはもうつきものですよね。そうですね。はい。逆に言うとそこで学びを得られないっていうのはちょっと。そうですね。そうですよね。そういう方。ちょっとそのつながりでですね、今度は校長先生として、学校でね、働いていただく、先生を採用したりとか、そういう視点に立つことがかなりあると思うんですけれども、これを見てくださっている方も、これから教師になろうと思っている方や、なりたての方が多いと思いますので、ちょっとそういった方のためにですね、どういった先生がいい先生なのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、実際今学校の方でその教員採用をやられていると思うんですけれども、斉藤先生はどんな先生を欲しいと思っておりますか？どんな先生が欲しいかっていうことで言うと、いろんな答えあると思うし、学校によっていろんな考え方があって、私自身の、理想というのは、日本の縮図みたいなものを教室の中に作りたいなっていうふうに、ダイバーシティ、男の人、女の人、年齢が若い人もいれば、経験豊かな人がいたりっていう、そういうのがいいなっていう考えが一方でありつつ、それと、あとは、もちろん、日本人の中にも誠実な人もいれば不誠実な人もいて、ただそこのところは不誠実な人はもちろん採用はしたくないですし、で、誠実さっていうのは実は僕は結構大切にしてる言葉で、それは学生に対しても誠実であったり、自分の授業スタイルとか目標に対しても誠実であったり、例えば教室の中で学生に質問されて分からなかった時に、ごめんね、ちょっと明日までの先生の宿題にするね、みたいに、正直に言える、そういう誠実さっていうのも非常に大切だろうなっていうふうに思ってます。なるほど。誠実さが一つキーワードですね。これなかなか採用の時に誠実かどうかっていうのが珍しいかなと思うんですけれども、意外とその誠実でいるっていうのは結構勇気がいることなのかなと思いますね。そうだと思います。そうですね。面接をして、わざとちょっと学生役をやって、わからないふりをすると、どんな反応するかなっていうのは見られてるかもしれないですよ。あえてわかんない、聞き分けの悪い、そういう学生役を演じているときは、先生自身の反応を見られてるのかなっていうふうに。そうですね。それは結構教員採用あるある。あるある。私もやったことある。そうですね。その誠実でいるっていうのは結構、自分に自信があったり結構、さっき言った勇気があったりっていうことで、意外と難しいことなのかなと私は感じますね。その辺のちょっと精神的な強さも持って誠実でいるっていうことが一つ大事ですね。誠実でない先生は、学生が何かちょっと悪いことしたとき、悪いことっていうか、あんまり良くないことをしたときに叱れないと思うんです。学生に叱るのって勇気がいるし、自分が正しい、これが学生のために良くないっていうことを分かって、それを信じてるから叱れると思うんです。で、そこを学生との関係がまずくなっちゃうかも、学生から自分自身がどういうふうに評価されるかなっていうことを不安に思うと、そこをもにょもにょっと言いたいことを言わずにごまかすっていうことがあるかなと思うんです。なるほど。不誠実っていうのはそういうことなんですね。そこも難しいこと言っちゃう。なるほど。そこはでも面接では分かんないですけどね。そうですかね。なるほど。ちょっとそれは考えさせられますね。ちゃんと怒れるかどうかっていうところとか。ではですね、これを見てくださっている方の中には、これから教師になろうと考えていて、ちょっと進路に悩んでいる方とかも結構いらっしゃると思うんですけれども、斉藤先生、そのあたりに関しては、ご自身が先生になる時とかに、そういう悩みとかあったりしましたか？そうですね。私が教員になる時も、日本語教師は常勤になるのが割と難しい、非常勤の方が多いっていうような声は多くありました。で、私自身もいろいろ考えたんですけど、やっぱりこの道に進んでよかったなというふうに思ってます。そうなんですね。やっぱりちょっと迷ったところはやっぱり
待遇面が大きいですか？そうですね。待遇面ですね。で、私自身は今の世の中って本当にこの先どうなるかがわからない世界ですので、5年後、10年後に、例えば大手の企業に入ったから必ずしも安泰かっていうと、どういう世の中が来るかわからないので、はい自分自身だと思ってるんですね。自分自身がどういうスキルを身につけたり、どういうことに、やりたいと感じているか、生きがいを感じているか、そこに、フォーカスしていく。で、そこが日本語教師っていうことに魅力を感じて、その経験の中で自分自身を育てていければ、決して悪い仕事じゃないし、魅力がある可能性の大きい仕事だと思ってます。なるほど。やっぱりこの業界に入って、この業界のせいでちょっと待遇がどうっていうことではなくて、やはり自分主体で、この業界の中で自分がどう成長していくかっていうことですかね。そうですね。人生100年とか、リンダ・グラトンの本だとかありますよね。はい、で、人生も長くなってるし、ロボット化や AI 化がどんどん進む中で、そのルーティンワーク、他の人が変われる仕事を自分もするっていうのは、どの業界に行っても仕事が末広がりとは決していかないと思うんです。はい、ですから、他の人とコミュニケーションをとって、今までになかった価値を生み出す力、0から1を作り出す、そういった力は、教師にも求められるし、学生にも求められるので、教室の中ではそういうことができる学生になってほしい。日本語を使って人とコミュニケーションして、ネゴシエーションして、ストレスがかかりながらも、いろいろなプロジェクトの中で新しい価値を作り出す。そういう教員、そして学生っていうのが、人材としてこれからの世の中、すべての人が求められる、そういった力だと思ってます。なるほど。これさっきの話に通じるものがありますね。先生になる時の、一つの強みとして、0から1を作れる人っていうことですね。学生にそうあってほしいと思う上で、やっぱり教師が先にそれをできないとっていうことですかね。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。では、斉藤先生、本日は本当にありがとうございました。先生、ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。改めまして、本日は、藤山国際学院より、斉藤先生にお越しいただきまして、いろいろお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では、このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら、LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。